皆様こんにちは。この度は7月5日から再開通いたしましたボーボリー庭園とバルディーニ庭園を結ぶフォルテ・ベルベデーレ要塞近くのゲートを使いまして、一筆書きでボーボリー庭園、フォルテ・ベルベデーレ、バルディーニ庭園を巡るルートを紹介させていただきます。ルートは地図上の赤い線になります。まず旧市街地の南端ローマ門をくぐります。この門は古い木製の門扉が残され、フレスコ画が描かれています。門扉をくぐって外に出ると駐車場を兼ねた広場が広がっており、その駐車場の中に八百屋さんとランプレドッタイオというフィレンツェのソウルフードもつ煮込みバーガーを商う屋台が出ています。この屋台も評判がいいので、よろしかったらお試しくださいませ。ローマ門の右手側に広がる駐車場の中に別の入り口があります。これがボーボリー庭園の南端の入り口になります。入場券はボーボリー庭園、バルディーニ庭園共通ですので、途中でなくさないようにお気をつけくださいませ。園内の地図プレートには QR コードがついており、ダウンロードできるようになっています。庭園内には数多くの彫刻作品があり、その多くが古代ローマ時代と庭園が整備された16世紀から17世紀の作品となっています。まずは公園を南から北へ通る一本道をまっすぐ行きます。円柱の草地と名付けられたポプラの木と彫刻作品に縁取られた半円形の大きな広場に出ます。この広場には貴重なローマ時代の彫刻作品もありますが、今回はまっすぐ北へ島の泉と呼ばれるエリアへ参ります。島の泉には人工池の中央にオセアヌスの噴水があり、周囲にさまざまな彫刻作品が飾られています。鉢植えの柑橘類はリモナイアと呼ばれる温室から春に出されたものです。池に縁起の良いとされるアオサギが置物のように佇んでいました。オセアヌスの泉から西へ行くと心和むブドウ摘みの噴水があります。この噴水を少し北へ歩いていくと、窓が多い白い大きな建物が見えてきます。これがリモナイアです。リモナイアの前庭には多様な植物を植えた花壇があります。さらに北へ進むと、右手にローマ通りからボーボリー庭園へのアンナレーナゲートがあり、アダムとイブの彫刻が飾られた人工洞窟があります。アンナレーナの北側にも小規模なリモナイアがあり、周囲に大変大きく成長した珍しいアジサイが咲いていました。ここから一気に東端へモスタッチーニの噴水へ向かいます。この噴水は小鳥を一網打尽にするための小鳥寄せのための水飲み場として作られたものです。左サイドに見えている石壁はフィレンツェの私壁跡になります。モスタッチーニとはしかめ面や醜い顔たちという意味で、奇妙な顔がずらりと並んでいる姿はとてもユニークです。モスタッチーニのユニークな顔を眺めながら坂を上がっていきます。モスタッチーニの噴水の始まりの角を今度は左に折れて進んでいきます。すると左手に植物園の入り口が見えてきます。ここはかつて学術的に珍しい植物を集めた区画になっています。特徴的なのがたくさんの仕切りのある水生植物用の水槽です。睡蓮やハスの花が季節を迎えていました。オールドローズとサボテンが一緒に置かれていたり、フ
フィレンツェでは珍しいキタチアオエが数種類見ることができました。エキゾチックな印象の植物園です。植物園を抜けてメインストリートの方へ戻ってきました。中央の道には日よけがないのですが、両サイドに生垣でアーチ状に日よけをした小道がありますので、そこを通って上の方へ登っていくと快適です。ここまででボーボリー庭園のまだ約半分程度なのです。坂を登りきった上の丘からはメリディアーナ級が見下ろせます。遠くにアペニン山脈の山並みが見え、フィレンツェのオルトラルノ地区の街並みが美しく眺められます。プラートデイカスターニと呼ばれるこの広場に自動販売機やおトイレなどの施設の建物があります。この広場から北東に進んで階段を上るとカバリエーリー庭園にやってきます。この庭園に面して磁器博物館があるのですが、現在は閉まっていました。カバリエーリ庭園から降りて右手に少し歩くと、豊穣の女神の大きな彫刻と前方正面にピッティ宮殿が望める場所にやってきます。このすぐ下にフォルコーネの泉があります。その右手側にカフェハウス、そしてフォルテベルベデーレへの出口があります。今回私は泉の方へ降りずに脇道を出口の方へ向かって進んでいきました。フォルテベルベデーレの城壁にメディシケの紋章がある大きな閉ざされた門がありました。カフェハウスは残念なことに修復工事中で足場がかかっていました。フォルテベルベデーレ要塞近くの出口付近の様子です。矢印などが整備されていて、かなり分かりやすくなっているように感じました。さて、フォルテベルベデーレの要塞入り口に向けて城壁伝いに歩いていきましょう。要塞の見学は今年10月2日まで行われ、屋内で開催されている特別展は有料ですが、屋外のエリアは無料で見学できます。この要塞からの眺めはフィレンツェの旧市街地を真南からまっすぐ見下ろす絶景のポジションにあります。要塞内にはカフェバールがありますので、ここでゆっくり景色を眺めながらくつろぐことができます。特別展が開催されている建物の窓からの景色です。屋外エリアの下の方へ降りてきました。ウフィッツ美術館、ベキオ宮殿、大聖堂を真横から見渡せます。驚いたことに昔の兵舎と思われる建物が中央図書館の倉庫として使われています。フォルテベルベデーレ要塞を出て右手に進むとサンジョルジョ門が見えてきます。
この門をくぐってまっすぐ道なりに進むとバルディーニ庭園にたどり着きます。バルディーニ庭園はこの石壁沿いの右手側にあります。この入り口はバルディーニ庭園と邸宅美術館両方の入り口を兼ねています。ここでボーボリー庭園で購入したチケットを提示してくださいませ。私はまず美術館で開催中の写真展を見学したのですが、なんと地域猫がソファーで熟睡していました。バルディーニ邸宅美術館のテラスからの眺めは大変素晴らしいです。特別展を見終わって出口に向かおうとしていたところで、先ほど熟睡していた猫がせっせと毛づくろいをしていました。庭園からの眺めです。びっくりしたことに美術館にいた猫が木陰でくつろいでいました。ここからイングリッシュ庭園風に整備された区画を通り抜けてカフェハウスの方へ向かいます。カフェハウスではドリンク、軽食サービスを行っているので、ここでゆっくりくつろぐことができます。8月28日までこのテラスで屋外映画鑑賞会が開催されています。カフェハウス下のテラスからのパノラマです。ここから以前別動画で紹介させていただきましたすっかり緑に変わった藤棚を通って、その脇のアジサイのコレクションを眺めながら下へ降りていきます。藤棚とアジサイの区画が終わると、次は果樹園の区画となっています。生垣の地味なバラの花から大変良い香りが漂っていました。この奥の方が果樹園になっています。まだ緑色ですが、果樹がいろいろ実ってきているのが見えました。そして花壇の区画です。バラの花と、そしてとても印象的だったのが大きなアガパンサスの花が咲いていたことでした。そして花壇の区画脇にある小さなグロッタです。ここはいつも先客がいたのですが、今回初めて中の様子を覗くことができました。今回訪れた施設のホームページは解説欄に添付させていただきます。ピッティ宮殿付近のボーボリー庭園の見どころは今回触れておりませんので、また改めて紹介させていただきたいと思います。皆様最後までお付き合いありがとうございました。これからもフィレンツェを中心にイタリアの情報をいろいろ発信してまいりますので、チャンネルご登録よろしくお願いいたします。ではまた、さようなら。